皆さんブラックフォックスいかがでしたでしょうか。山本さん良かったと思いますよ。もう本当にね、技のデパートって前の海のためじゃなくてこの映画のためにある言葉じゃないかなと。さまざまな武術との戦い、アクション、それがまたこの作品の非常に豊かな部分ですよね。やっぱりそのキャスト陣も今回その実際アクションできる方を揃えて、それぞれ得意な分野を含めて、いろんな武術を戦っていきながら強くなっていくっていうところも一つのテーマでもあったので、やっぱりアクションが多い分やっぱりバリエーションを増やさないとみんな飽きられちゃうから。その辺もこだわって構成してましたね。特に根室州のね、4人の方々が、中国武術の藤岡さん、それから琉球拳法の宮原さんに、出会さんは朝鮮武術で、中村さんは相撲技と、それに対応していくこちらはアクションということで、これどうでした？ウルトラマンジードでは全面的に中国武術をっていう話だったのに、なぜかブラックフォックスの時は中国武術は一切禁止って言われてやっぱりそう剣くるくる回さないなと思ってたの。そうなんですよ。で目の前で藤岡さんに私が、得意とする中国武術をされて、私はそっちがしたいんだよって藤岡さんも台湾でね鍛えた技がありますからね。中国武術じゃないある意味狩りのスタイルだとか、ちょっと体術だとか、ちょっと逆に私が苦手とするものを今回、愛と鞭で鍛えてくださったので。でもそれって満を持してね、ここまでやってきて3歳から主演だと言ったら中国武術は使わないでっていうね。そうなんですよ。愛と鞭すごい、そうですよね。急になんか怖くなっちゃって冷たくなっちゃって。だけれどもそれを監督見事にやってた。そうです。僕はだから本当に千尋ちゃんは本物のアクション女優になれる人材だと思ってるので、あえてチャレンジ事をこう課して、でそれを乗り越えていってほしいなってなったので、この映画ではね厳しくグッとニコニコ笑わずに厳しくグッと、普段にやけてますけどずっと刀をつないで、でバッと攻めていくところ、あそこは中国武術の片鱗を感じましたよ。長いものを使って回して、しかも遠くからロングからのワンカットですから、これはね本当にできる人しかアクションできないです。でもあの日だけ実は撮影楽しかったんですよ。あの日だけってやっぱりそうね、得意分野ですもんね。あの日だけ気持ちよくできた。やっぱりそうですよね。それ以外の日はもう悩みながら今できてたかな、いやでも監督 OK しぶしぶ OK って言ってたなみたいな。でも普通なかなかああいうカットって女優さんで撮れないので、千尋ちゃんじゃないと撮れないカットですね、やっぱり。宮原香音さんがライダー女優さんで、出会さんはスーパーセンター俳優さんで、中村さんは平成ウルトラマンのティガ・ダイナ・ガイアのスーツアクターって有名な人じゃないですか。やっぱり自分の中で集大成だっていうね、一つやっぱりキャスティングにも僕現れると思ったんですよ。でもそれはそうですね。でもとりあえずこうアクションができて信頼できるメンバーじゃないとこの作品できないなってあったので、僕の中でのそのアクションできて信頼できるメンバーを集めたらああなったっていう形で。山本さん、フォックススーツを着ましたけれども、あれはどうでした？それがですね、もうすごく動きやすく作ってくださっておりまして、結構この辺とかにこうがっちりしたようについているように見えてたんですけど、実はこうちょっとアクション素材で柔らかくなっていたりだとか、お面自体もね、お面かぶるとなんか前しか見えないとかっていうんですけど、意外とちゃんと全部見えたりだとか、やっぱりそこもその坂本監督の長年のその知識と愛が詰まっているコスチュームになっております。そう、コスチュームはジャップ工房さんといってそういう革製品とかそういうメタル製品を使いながら結構特撮関連の衣装デザインとか制作をするチームがいて、そこにお願いしたんですよ。だから本当に見た感じすごいこう甲冑が重たそうとか頑丈そうに見えるけども、演者さんのことをすごい意識して考えていて、やっぱりブラックフォックスのコスチュームが出た時にやっぱり変身スーツがあるんだって思ったわけですよ。私初めて変身したんですよ。そうだよね。ブラックフォックスで。ですよね。よかったですよね。ただもう一方でね、顔を隠すってもったいなくないかなとも思ったんですよ。だって本人がやってるのにね。
でそこら辺の思いってなかったんですか？でもだからでこそ本人がやってるの分かるように面の作り方とかなるべく顔が出るように。そうですね。あとそれからその撮り方とかでその要はちゃんと本人たちの分かるようにそこは意識してますねすごい。はい。山本さんから見て坂本監督ってはいどんな監督さんですか？本当にお茶目で現場がいつもなんだろうキャッキャキャッキャ盛り上がっているような監督さんだなと思うんですけど、ブラックフォックスの時はちょっと厳しかった多よね。分心を鬼にして本もう一回ダメとへーもう一回と怒られたっていうのがブラックフォックスでのへそうです。ーやっぱりそれはやっぱり時代劇アクションっていうものが一つ難しさもあるってことですか？そうですね。あとそれからやはりそのカットを割らずに本物の迫力を見せたいってあったので、やっぱりそれは例えばちょっと失敗したりするといいよいいよじゃあアングル変えてここから行くよっていうのを結構やるんですよね。はいはいはいそこはあとだから千尋ちゃんの素材自体は本当にもう本当の本物のアクション女優としての千尋ちゃんに育ってほしいっていう僕の願いもあったりするので、まあそういうところでの厳しさっていうのは今回の作品に関しては今までと違って厳しい感じで接してましたね。でも千尋ちゃんここでカット終わるのかいっていうねそのプレッシャーが何回目だと思ってんのって次は決めれるよねっていうそうか何回もやっぱりやることになるわけですね。もう19テイクとかね。本当にアクションもそうなんですよ。それでは、はいそのどこがどういうふうに難しいのか具体的に映像を見ながら解説していただこうと思います。よろしくお願いします。お願いしますお願いします。では最初のアクションはこちらでございます。まずはこちらのシーン。これ長回しですね。そうです。これが一番難しかったかったよね。そうなんなかなか監督の OK が出なかったらこれがね19テイクぐらい重ねた何回も何回もやっこて。れは覚えてるなすごい。僕がやっぱり子供の頃見てた千葉真一さんとか真田広之さんはやはり実際できるので長回しで見せたりするじゃないですか。それを僕はやっぱりこだわって時代劇撮るんだったらそれだと思っててやったので。本当に久保田さんも一振り一振り本気で狙ってきていましたし、この刀のビュンって音が聞こえるぐらいしっかり自分が避けないと自分が本当に当たっちゃうというようないろんな意味で今までしてきたことを全て忘れてこの一瞬に集中できたアクションだったので、なんか本当に当てにいっている現実だって聞きました。はい。それ見ましょうか。はい。こちらです。みんなあざだらけになったやつあざだらけだったいやこれ本当に当ててんの？当ててますね。当ててますはい。当たらないと当てろ当てろってずっと言ってる。ブラックホークス基本全部当てましたね、はい。みんなあだかざだらけでら使ってる刀も竹光じゃなくて、ええラバー刀って言って特殊な素材で作った刀を使っていて、それで実際にもう 100% の力で当てていくんですよ。しかもどう取ってもいいわけですね。はい。こう取れば当てたように見えるじゃなくて切ったように見えるじゃなくて、全部当ててますから。はい。正直言うと自分が当たってる時は痛くないんですけど相手側を蹴ってる時は心が痛いです。そう優しいんですよ。優しいから当てろって言っても当ててでそっかやっぱりそれごめんなさいとか思いながらやってたらそれは本当のものには見えませんもんね。やっぱアクション俳優さんなりのいろいろと葛藤というか苦労もあるんですね。そうですね。でもまさにこのブラックフォックスで何回も何回もテイクを重ねるより、例えばアクション部さんも1回思いっきり蹴ってくれたらその1回で痛みは済むからそういった勉強もさせていただいたという感じです。何回も蹴られるより1回で気持ちいいのが決まった方がいいんだ。山本さん、はいウルトラマン自由との違いってどんなとこありました？そうですね。いわゆるちょっとリアルアクションといいますか、狩りだとか、体術だとか、本当に実際に足をかけたりして本当に人をこう転がす技とかというのは初めてだったので、ジードはある意味ちょっとこうなんです華やかさがあり。ウルトラマンも出ていますし、自分もなんかこうヒロインというポジションで中国武術という一個のカラーがある中でさせていただいたんですけど、ブラックフォックスは本当に戦闘術だったので、そういった部分ではもう根っこの部分が全然違うかったなという思いはありますね。前半ははい結構立花やられてましたよね。そうなんですよ。そうなんです。結構やられましたそのやられアクションっていうのはどうなんですか？難しかったです。難しいの？もう難しい。だって弱っちいだけじゃないですか。こうやられ方が上手い方、そこで上手に見せてくださる方のおかげでヒーローが立つんだと。自分のやられ方があまりにもなんかっていう感じだったので、こうするとやっぱり
向こうが逆に説得力がなくなってしまうんだなと。受け芝居と言いましょうか、はい守るやられ芝居のアクションのはい実演、ちょっと解説お願いできますか。はい、了解です。はい、喜んでる。ぜそれでは受けのアクションの難しさについて監督お願いします。了解です。まず初めに、受ける方というかやっつける方を軽く見せて、でそれでやれる方を見せて、その違いをちょっと解説しようかなと思います。はい、よーアクション。はいはい、素晴らしい。強い。これはこれで難しいんですけれども、基本的には自分が中心となって相手を動かしていきながら自分がやっつけていくと。ただ自分もバランス取ったりとか難しいんですけれども、基本的には自分はその場にいながら相手をやっつける。逆にやられる方になるとそれだけじゃなくて、今度やられた時にどう迫力あるようにやられたりとか、それから本当にやられたように見せるんだけども、でもそれをちゃんとお芝居で見せるとか、そういうまたやっつける方とは違った比重がかかってくるんですね。じゃあ今度やられるバージョンをちょっと。よーアクション。おお。ありがとうございます。いや、痛くないの？痛そうに見えましたけど。今みたいに自分でやるだけじゃなくて、今度やられた方のお芝居も加算されてくるし、それを痛そうに見えながらも痛くないようにというか、お芝居を含めた上でのパフォーマンスをしなくちゃいけないので、さらに難しさが加算してくるかなっていうのがあります。はい、山本千尋が苦労したという受けアクションシーン、その実際の映像がこちら。山本さん、やっぱりやられる方のその巧みさというか、これがやっぱ結構難易度が高いってことですか？いや、今やっぱさすがだなと思って見ておりました。やられ側の方がいかに難しいかっていうのはもうブラックフォックスで身に染みて感じましたね。坂本監督の作品見てますとね、はい、やっぱりね、やられた人がだいたいね2回転から3回転するんですよ。ぐるーって。やっぱり影響を受けたのがジャッキー・チェーンからなので、やっぱりジャッキー・チェーンの映画っていうのはどちらかというとやられ方を見せてヒーローの強さを演出するっていう方法なんですね。なのでジャッキーにやられた相手も吹っ飛ぶし、ジャッキー自体も吹っ飛ぶし、そのやられをどう見せていくかによってアクションを構成してるんですよ。例えばここで普通こう殴る時に、清美どっちだっけ？普通に殴られて倒れる方法で、まずこうパンこう回っていくとか。私はずっとこれワイヤーアクションと思ってました。いや、普通に飛んでジャンプして自分で回ってたんですか？回ってました。うわー、知らなかった。例えば今度はアッパー上でこれでこう、よいしょ。すごい。これを香港映画見てると、ジャッキーとかの映画だとこういう方法を使ってやることによってこっちの痛さが伝わってくるし、こっちの強さも伝わってくるしっていう演奏方法なんですよ。坂本監督の場合、こう倒れる時にこういうところにぶつかって余計何か大変なことになってるやられるの人が多いんですよ。で、この人怪我してないからみたいな、そういうこう痛そうなアクションもやっぱりやったりします？はい、やらせていただいてます。得意なんでいつもやってもらってます。いや、そうですか。そういうのはやらせていただいてるじゃなくて、やらされてるって言ってください。でもそれも一応安全性っていうものを考えながら、どこまで危険な感じに見せるかっていう。そうですね。それからそのパフォーマーのスキルをこっちでうまく把握して、彼だったら大丈夫だろうっていう安心感もあるので。山本さん、アクションもやる女優さんとしてね、強いというのも大事ですけども、また人を引き立てるっていうのも重要なんですね。そうですね。やっぱりアクションは本当お芝居以上に思いやりがなければ成立しないジャンルになっていると思うので、意外とアクション部さんのうわーってくるような悪役の人に限ってめちゃくちゃ優しかったりするので。さて、このブラックフォックスは海を越えて台湾でも同時配信されたそうですね。舞台挨拶イベントがあったということでして、そのイベントの VTR ご覧いただきましょう。キュービー、烈風の舞。ブラックフォックスが日本と台湾で同時配信されたことを記念し、坂本監督率いるチームブラックフォックスは台湾でのイベントを開催。今回その舞台裏を密着した映像を初公開します。本当だ。
台北市内で開かれた上映会。楽しかったね。楽しかった。観客がスクリーンを見つめるその裏で、坂本監督や山本千尋さんキャスト陣は舞台挨拶の打ち合わせ。坂本監督のアクションは異国の地台湾でも歓迎されるのか。果たして懐かしい。監督の横で女性2人がこうやってどっちが守ってるのか分かんないぐらい。拍手喝采。キャストもスタッフも一安心。坂本監督、実は台湾でもアクション作品を撮影していて、大勢の熱烈なファンを生み出していたんです。元気だった頃はまだ。舞台挨拶後に開かれたファンミーティングでは、出演者との写真撮影をかけたファン同士のフラフープ対決に、当時話題になったボトルキャップチャレンジ、他にも盛りだくさんの企画で台湾のファンと触れ合いました。懐かしい。2日間で9回にわたって行われたイベントは満員御礼。大成功で幕を下ろしました。楽しかったね。本当楽しかったです。7年ぶりですよね。7年ぶりに台湾で、でも本当みんな暖かくて、しかもなんか結構ねいっぱい舞台挨拶とかあったけど、なんかあっという間に終わっちゃった感じがしますね。本当ですね。はい。せーの、押してまいる。台湾でも大変な熱量ですね、山本さん。いや、私実は海外で自分の作品をこうやって上映してもらうっていうのが初めてだったので、逆に来てもらえるのかなっていう不安があったんですけど、こんなにたくさんの方に来てもらえるなんて、そして台湾の方ってすごく熱量がものすごいパワーで見てくださるので、なんかそれも嬉しかったですね。びっくりしました本当に。監督はこれまでも台湾でお仕事してたと。はい、映画を1本撮っていて、ここにある、トラベラー事件警察っていう作品ですけども、で台湾の方々がすごいフレンドリーだし、やっぱりそういう中でのしてたんですけども、特撮が好きだってこともしたんですけども、まさか本当にこんなにたくさんの方々が来てくれるとは思ってなかったので。台湾から一つ話を進めまして、この「ブラックフォックス」では山本さんが演じる立花のおじい様、倉田康明さんをキャスティングされてますが、これは坂本監督のお師匠さんでございます。はい、そうです。僕が16歳の時に弟子入りしまして、アメリカに行くまでの間ずっとお世話になっていた、もう本当に頭の上がらないというか、僕が世界一緊張する方です。いや、そうですか。はい。胃が痛い胃が痛いって言ってる坂本監督がなんとも可愛らしくてですね、ずっと自然とやっぱり正座をするんですね。はいはいって言って。なぜ倉田先生をキャスティングされたんですか？いやでもやはりその師匠忍者の集団の棟梁という形でやっぱり威厳があり、それからアクションができてってなってくると、やっぱり僕の中でやっぱり一番世界で一番すごい人なんですよ。なのでやっぱり先生に出ていただきたいっていうのがあったので、先生に直にお話しさせていただいて、ぜひお願いします。そしたら先生が「お前から頼まれたら断れねえな」って言ってくれて、ただ現場に来るともう違った坂本浩二が見れます。あ、そうですか。はい、もういつもの僕じゃなく、もうずっとこうはいはいみたいな感じです。師匠に盾をつけるっていうのはどんなご気分でした？いや緊張しますよ。ずっと先生が僕にダメだったら NG 出せよって言われてるけど、はいってこうなかなかすいません先生もう一回お願いしますっていうのをこうなかなかあれじゃないですか。でもやっぱり先生は本当素晴らしいです。もう70過ぎてると思えないほどキレがあって、足もスパーって上がるし、ある意味恩返しですよね。そうですね。そんなに若い時からねこう支持していたその坂本少年がもう一本そのアクション取って自分をねそこに招いてくれたっていうのは嬉しかったと思いますよ。いやでも僕たちもすごい本当に良かったですね。私は小倉さんにもう一回って言えないな。なかなかやっぱりそうですね。ね、わかりますよ。さあそこで今日は24時間の特別の番組ですんで、そのお師匠さんの倉田さんからメッセージをいただいております。そうなんですか？はい、そうです。特別サプライズでございます。あれ全然本当知らない。おお。いやー久しぶりだね坂本君。元気？150人ぐらい東京でいたんですね、生徒が。その中で高校生で
可愛い顔した本当のなんか子供っぽい坂本君だった感じはしますね。坂本君って言うと恥ずかしいですね。一体監督できるのかなっていう不安はあったんですよ。それで最初の作品に出た時にやっぱりこうすごいんですね。一人でアクション監督はやるわ、それから監督はするわ、それで周りをこう楽しくさせる。これはやっぱりすごいなと思いましたね。坂本の作品になったら僕はどういう作品でも出るっていうことは考えてるんですね。坂本君、もっともっと大きな監督、大きなアクション監督になってほしいと思います。それには倉田アクションクラブ必ず当てるという当てても怪我させない、それがやっぱり基本ですから、もっともっと大きな作品にやっぱり撮ってほしいし、坂本でなきゃできないアクションを撮ってほしいなっていうのは思いますね。頑張れよ。ありがとうございます。いやビデオでも緊張しますね。やっぱり背筋がこうなっちゃいます。倉田康明さん、ありがとうございました。いや本当に知らなかったサプライズ、本当に本当サプライズですよ。いや汗かいちゃいました本当に。今のお話ぶり見ても、はい、やっぱり必ず当てるとかって、ちょっとずんと山本さんきますよね。そうですね。そして怪我をさせない。そう。それが倉田流なんで、僕たち一派はみんなそれでやってますね。今日はですね、24時間丸ごと坂本浩一の特撮アクションということで、特撮の裏側というお話、さまざまな側面からお話を展開し、そして実際に演じていただきまして、やっぱり子ども向けの番組であっても非常に特撮深いなと、はい、そして、ブラックフォックスのように大人向けになってくると、さらに危険も隣り合わせになってきて、さまざまなその楽しみ方と、そして見方もできるんだなということがよく分かりました。そしてお二方に最後の質問ですけれども、はい、山本さん、はい、山本さんにとってアクションとはズバリ何でしょうか？もう私の一部でもあり、そして多分死ぬまでずっと勉強するのがアクションだと思っております。私を作ってくれたのもアクションですし、これからずっと勉強していかないといけないのもアクションなので、私イコールアクションだと思っていただけるようにちょっと頑張りたいなと思っております。はい、嬉しいですね。そして坂本監督にとって、はい、特撮アクションとは何でしょうか？不思議なことに子どもたちって例えば戦隊とかライダーとかウルトラマン見た時に親がこうしなさいって言わずにも見て真似するじゃないですか。それは僕が思うには多分人間の本能の中にこう仕込まれている DNA というか、ヒーローに関して何かしら察知するものがあると思うんですよ。それを例えば特撮番組を見るときに子どもたちにはもちろんそうですけども、その番組を見ている大人たちにもその気持ちを思い出させてほしいとか、それからその気持ちになってほしいっていう思いを込めながらいつも番組を作っているので、僕の中でのアクションは何かっていうとあれですけども、本当に人間の本能に存在する、人間の本能を刺激するものだと思います。はい。